ボードゲーム、近年熱を帯びてきていることを皆さんはご存知だろうか。それは疑心暗鬼になりながらも自分の信じた道を進むゲーム。今宵駆け引き力と心理戦がここ歌舞伎町の一角で試されようとしている。それでは記念すべき第1回マインドゲームスの参加者をご紹介しよう。何が始まるかわからないけど、乾杯。乾杯。無駄に息してるじゃないですか。無駄に息して緊張しちゃってめちゃめちゃすごい、もう最初からもうグイグイとちょっとテンション上げないといけないんでね。すごいです。炭酸をそんな早く飲めるなんて。おかわりください。おかわり。皆様ようこそお越しくださいました。今宵皆様にはゲームに挑戦していただきたいと思います。今回プレイしていただきますのはこちら、ファイナルファンタジー14ゴールドソーサー9次元ガンパーティーというボードゲームです。いや、なんかすごい硬い感じで入ってきたんで、すごいなんか残酷なゲーム、なんか殺し合いとかね始まるんじゃないかなと思ってすごい緊張しちゃいましたけど、いい人でした。申し遅れましたが、私このゲームを作りましたホビージャパンの武藤と申します。あら、お願いします。お願いします。皆様にはこちらのゲームをプレイしていただいて、ゲーム内通貨ギルを獲得していただきます。その獲得上位3名の方には豪華な報酬が用意されております。なんか何をやるっていうよりもこの格好させてもらえてることの方が楽しかったなんかワクワクですよね。めったにしないので。ただし最下位となってしまった方にはこちらの会場費を全額自腹でお支払いいただきます。そういった場合って分割とかも可能なんですかね。一応可能ですか。じゃあ3回払いぐらいでガチな話お願いします。聞いてないんですけど。はい、言ってないです。下ろしてきます。そうならないように皆様頑張ってください。勝てばいいんですね。なんかって、ちょっと拍子抜けした部分はあったんですけど、いや絶対何かあるだろうなって思ったので、その後こう喋られることにすごい注意してました。それではゲームの説明をさせていただきます。まず1から9の数字が書かれた数字チップ9枚を裏向きにして2枚ずつ配ります。その後1人1枚ずつ盤面に表向きで数字チップを配置していきます。すべてのプレイヤーが置き終わったら、今度はスタートとは逆順で裏向きに1枚ずつ盤面に置いていきます。プレイヤーが置いた数字チップには目印として各色のサボテンダーを置いていき、最後に余ったスペースに星を乗せた数字チップを配置します。準備フェーズはここで終わり、ベッドフェーズに移ります。縦横斜めどれか1列の数字で連番を当てれば最大5ギル、または縦横斜めどれか1列の合計数字が15を当てれば3ギル、スターチップの数字を当てれば最大5ギル、さらにビンゴの数もギル獲得につながっていきます。2ラウンドプレイし、最もギル獲得が多かったプレイヤーが勝ちとなります。
こちら実況解説を入れてここからはお送りしていきたいと思います。実況は私 R、 そして解説にはホビージャパン宇藤さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いしまよろしす。くお願いいたします。それではまずスタートプレイヤーを決めるためのじゃんけんを行いたいと思います。よしこれ大事ですよね。さあまずはこの順番決めのじゃんけんが行われておりますね。はい、さあ非常にこのじゃんけんが重要というふうにお伺いしましたが、宇藤さん。そうですね、このゲーム1番手であると一番最初にベットすることができるというので有利なのですが、今度は逆に4番手は4番手でこの伏せた数字チップを最初に置くことができる、これがちょっとゲームの中で結構鍵になってくるんですよね。1番手はカブキンさんが取りました。はい、ここからの時計回りで順番が決まったと。そうですね、はい、でまだ数字チップが配られてないのでここから数字チップが、シャッフルして配られるんですが、はい、結構どの数字を引くかでもう結構ゲームの強弱が決まってくるところがありますね。どの数字を引くかでゲームの強弱が決まる、はい、非常に重要ですね。ここそうですね、例えば数字の5などは中央の数字なので、やっぱりいろんなものに絡みやすい。なるほど。でも今度は1とか9という数字はこのゲームビッグビンゴという非常に点数の高いビンゴがあるので、それを構成するためにはそこら辺の数字が必要と。さあこのそれぞれ2枚配られたチップ、この数字はご本人同士しかわからないというところで、この2つのまずは情報からいろいろ予想していく。さあそしてそのうちの1枚はこのように初めに置くんですよね。はい、最初の、全員が1枚ずつ最初に表向きに1枚ずつ置いていきます。さあカブキンは2、7をさあそしてヨキュンは7。じゃあ3をここにサクサクと進みます。さあ海は3。不思議なことは起きてないですよ。そんなにすごいなんではい。じゃあ4をここに置きます。そしてここからは4番手の人から裏向きに数字を置いていきます。5をここに置きます。ああそうか、戦略ですよね。おっと宣言しましたか。手元に5があるかもしれない。えなこさんが5を置きますと言って真ん中に置いた。本当にここが5かもしれない。どっちですか。それはわかりません。正直な感じもするのですが、宣言することは別にマストではないんですけれども、盛り上げるために今回皆さんそうされてるのかもしれないですね。いや4番目だったんで、自分が置いた後またすぐ自分の番が来るんですよ。そこでこう間違えて最初数字置きますの時のノリで2回目も5置きますって言っちゃったんじゃないかなと思って、言わなくていいやつだよっていう気持ちもありながらちょっと顔をこう伺ったんですけど、すごい真剣な表情をされてたんで逆にわからないと。はい、本当なのか嘘なのか抜けてるのか全然目を合わせてくれなかったんです。あれは作戦というよりは、私嘘をつけない性格なので、こう絶対顔に出ちゃうんですよね。読み合いとかすごく苦手なので、もうここは逆に皆さんの裏を読んで、私はもう正直に、先生どうぞと勝負をしようと思ってもう正直に言いました。目がすごい澄んでいたんで、あれは本当だなって僕は思いました。さあこのえなこさんのワンプレーでそれぞれ思うところがあった。そうですね、あの数字が5であるかを信じるか信じないかというのは今後大きく関わってきそうですね。ご本人は嘘をつけないと言っていたが、さあヨキュンさんの2枚目、宣言はなし。さあこの後1番手のカブキンさんになるんですが、1番手の人はこの裏向きのチップを置く選択肢がちょっと限られてしまうというのがちょっと不利ですね。もう手が震えた今。手は震えているカブキンさん。ただあまりにも情報量が少なく私には見えるんですが、ここから今予測できる数字といいますか、情報としてはどういったものがありますか。はい、まずじゃあ今回は、カブキンさんの、視点に立って、ゲームを見てみましょう。じゃあカブキンさんの数字なのですが、カブキンさんは現在8を持っています、なので、それ以外の伏せられているものが8ではないというのは当然分かっていますね。
そしてここは一番重要なのは中央の数字がえなこさんが本当に5を置いてるかどうかなるほどですね。はい、あれを5と信用するのであれば、真ん中の縦の列ですねが、354となってストレートビンゴが完成するので、他の数字を予測する前にまずそこにベットしようかなという気分になるんですが、果たしてそれを信用するのかどうかと。ここに何を置いたんでしたっけ？僕1置いてました。1って言ってましたっけ？1って言ってましたよ。1って言ってました。私が1持ってたからハブさんその通りだなって思ってました。あと海くんはどうしてそこで1って嘘をつく必要があるのかなっていうのを考えたけどよくわからなかったですここ5ですもんね。いやちょっと何言ったか覚えてないです。さあみんな疑心暗鬼の中でプレーをしていると。そして今ヨキュンさんおっしゃった通り、海くんが嘘をついていることをその数字を持っているヨキュンさんは分かったということですよね。そういうことですね。ちょっともうつつけばもうすぐ目が泳いでたんで、まああんなもんよ。ここにベットします。おー、はい。さあ歌舞伎白塗りの顔をしながらかなりいろいろ洞察してますね。はい。カムキンさん一番最初にビンゴベッドというゾーンに行きましたね、はい、このゲームどの列にビンゴができているかを予想することもできるのですが、それ以外にも全体でビンゴが何個完成しているかなどの予想もすることができ、そのビンゴベッドビンゴが全部で2つあるという予想をカムキンさんは行いました。やっぱりカブさん本当頭いいし、ずる賢いんですよね。なんでカブさんのそのスタイルをどう崩すかっていうのをやってみようかなと思いました。じゃあ僕ここにしようか。自分のところに。ほう。はい。でもこれ星が何の数字かわかんない。1って言いましたよね。1ですよ。これ 7ですか7ですね。そしたらここおかしくないですか？そもそもこの数字もわからないし15にならなくないですか？何狙いでそこに置いたんですか？ギル狙いです。ギル狙い、いやそういうことだって1と7だったら8でここ7じゃないと15にはならないじゃないですか。そうですね。でここ7あるから15は狙ってないじゃないですか。はい。いやもうすごい怖かったです。すごい詰め寄られて。でも結構僕場を乱したと思うんですよね。なので結構カブさんも追い詰められてるのかなってちょっとにんまり心の中ではしてました。これ1じゃないんじゃないですか？その可能性も。はい。そこ1じゃないですよ。ただ1じゃない。ここ1じゃないじゃないですか。1じゃない。嘘ついたじゃないここですか。は789を狙ってるとこだと思います。はだっていいんだもん。い。それともここに置いたこと自体が嘘ですか？いやそれもあえてここにすごいこの差の可能性もあえてみたいなのがあります。さあこの後注目なのは4番手のえなこさんがどこに置くのか。もし黄色のコマが本当に5であるならば置きに行きましたね。はい、迷わず置いたえなこさん。はい、なので中央の縦列は345のストレートビンゴが完成していると考えるのが普通ですかね。確かに。さらにここに置きます。そしてもう一つは斜めラインを取りに行きました。はい、これはなかなか当たりづらいとは思うんですけれども、はい、5が絡んでるだけで結構ビンゴは成立しやすいので悪くはないかもしれないですね。狙ってたのに。でも3人まで乗れるんですよね。いやでもここ多分8か9だと思うんですよ。でなんでなら私1持ってたんですよ。いやまたさらにこうかき回すのかなと、それも嘘なんじゃないかなっていうところまでそれちょっと余計だったかもしれないですね。もう人を全く信じられない心になってしまったというか、本当に。ただそれでいろいろ整理していった結果2分の1、3分の1ぐらいまでには絞れたんですけど、だから海君嘘ついてるめっちゃ嘘ついてる。もうバレてるよ。ヨキュンさんの私1持ってたからの宣言によって場が荒れましたね。そうですね。ただこれによって星の数字を予測することがかなり容易になってきたのではないかという気もしてきましたね。ここ1置いてます。だからここが5であればカブさんが9か8を持ってなければここに9か8がいるんです。僕はあそこが8だと思ってて、もう信じ込んでもうそれに基づいてもうガンガンベットしていったんですけど、せっかくなんでここにちょっと便乗してみます。
はいいやウッシュは多分適当です適当ですそういうの言わないでくウッださい。シュは適当ですはい盛り上げのウッシュです多分あんな心から言ってる感じだったのに、演技派ですから嘘気をつけた方がいいですすぐ嘘つきますからはいめちゃめちゃ嘘つきますよカブさんに言われたくない。マジですか。嘘しかつかないですこの人おかしいもう全部おかしくしたいや一回全部。ウッシュが全部おかしくしたその辺の情報漏洩はしない方がこのゲームいいのではという気もしますが、まあこの人たち結構その裏の裏まで読んでるところがあるので、はいはいまあ必ずしもそれであえて相手は信じないだろうみたいなところもあるかもしれないですね。じゃあここはもう一発大きいのを狙ってチョコボにおお連番になってるかどうかがもうどこも読めなかったので、もうここでいいかみたいな感じで起きましたね。みんな笑顔だが全員疑っているという非常にカオスな空間になっている。でも絶対分かってないでしょカブさいや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 9ここに9。オッケん出揃いましーオたッケ揃いました。ーはいさあそれでは答え合わせをしていきたいと思います。それではまずはえなこ様、はい黄色の数字を開けてください。はいこれ実は実は。違うの5でした。あーよかったよかった信じてたそれではこちら、本当にえなこ様が、ここはストレートビンゴですので、4ギル獲得です。はい、そして、2番手に入ってきた海くん様も2ギル獲得となります。あそしてこちらの列ですが、こちらはビンゴ成立せずとはいいうわけで外させていただきおます。ーはい、よかったよかったそれでは非常に気になるはい海くん様の数字見てみましょうかね。そうですね、ブラフを仕掛けたように見えた海くんの数字は6。さあということは先ほどの歌舞伎さんの指摘が歌舞伎さんへの指摘が合っていたというそういうことですね正解だったということですね。宣言通りですね。はいはい、それでは気になる星を開けてみましょう。星を開けます。ドン。というわけで、えなこ様、そっち100ポイント獲得です。そして、この列も違う。この列も成立せず、が8持ってたんだハブ様は8となっております。ビンゴは、中央ここにストレートビンゴ1つ、これのみということになりました。というわけでこちら0から1が正解ということで、カブ様が、3ギル獲得ということになっており保険のやつます。がよかった最後そこ行ってうわはい、こちらでまずは1ラウンド目が終了というところで点数を確認いたしますと、カブ様3ギル、ヨキュン様0ギル、海くん様2ギル、そしてえなこ様が9ギルということになっております。正直いやー本当に最後たまたま置いたその星が9だと思うところに置いたんですけど、まさか当たるとは思わなかったですし、やっぱ正直にやってよかったって、そうなんかこう海くんさんみたいに勘ぐったりとか嘘ついたりとか、やっぱああいうことダメなんだなって思いました。個人的にすごくファンなんで応援してますえなこさんは。もうそこは大丈夫です。ビリーそこをねやっぱ決める戦いが今もうバチバチだと思うんで、蹴落としてきます。もちろんカブさんをなるべく抑え込みながらもちょっと高めのところをベットしていって逆転していきたいと思います。とにかく1人でも抜かないと最下位になってしまうので、3人がもうライバルです。ファーストラウンドの結果から明暗分かれましたが、ルールとしては最下位のみが被ってしまうというところなので、さあビリにさえならなければいい、そのルールの中でどうするか。次のポイントはやっぱりえなこさんが嘘をつくかつかないかです。さっきも言いましたけど、そこに全てをかけてます。もうなんかちゃんと考えて嘘をつかないといけないなって思ったので、ちょっと私策があるんで、それ後で試してみたいと思います。はい、後半戦はスタートプレイヤーの位置が2つ動きます。なので先ほど3番手だった海くん
が1番手となります。それでは後半戦は海くん様のがスタートプレイヤーとなってスタートとなります。よきゅんさんとしてはここギルは持ち越しで行われるという認識でよろしいですか？はい、ギルは持ち越しとなっています。まあえなこさんは9ギルと非常にリードはしているんですが、残り3人は320となかなか競っているので、まだ誰が最下位になるかは分からないですね。そうですね。じゃあ4を真ん中に。真ん中2をここに置きます。8をここに置きます。3をここに置きます。ほう数えてるぞ。指ないとわかんない。何置かれたんですか？秘密です。顔は笑顔だが思考はぐるぐると回っている。ラウンドで挽回したいですもんね。ただ、まあ、ここでもう7できてるんで、8ここにあるんで8ではない。でももう1ラウンド目でこのゲームでどうフェイクしてくるか見えたんで、カブさんはもう大丈夫かなって思いますね。何を狙ってそこに置いたかっていうところですよね。何もこう見てるとカブキンさん数字にかなり強い印象ですね、ここまで。本当だって言ってます。本当だってことは、いや多分分かってます。5の可能性ありますね。でも3、4、5っていうパターン狙いに行った。なるほど。じゃあここに置きますね。さあこれで秘密のものをカブキンさんが置きました。ここに置きます。今回は教えてくれないんですか？今回は言いません。さあそして今度またえなこさんは迷わず聞いてみてください。先ほど素直にまっすぐな戦略で見事9ギルゲットのえなこさん。一個ずつ数字聞いてみてください。いじめないで。尋問みたいになってる。はい、そして今回は、海くんの数字を見てみますが、海くんは9を持っています。9はどちらにおいてもまあちょっとビンゴはできづらそうな感じになってしまいましたね。今回少し特別なケースで、この中央ですね、4たす8は12なので、ここが3じゃないと15にならない、ストレートの可能性もない、3がすでに見えているので、ここの列に関しては可能性がありません。それ以外の箇所につきましては全てビンゴの可能性のある列ということになっております。なるほど。まずこれだ。こうだ。もう完全に。7です。またえなこさんベットしてきましたね。そうですね。なので素直に捉えればあの黄色は1であり5ギルを獲得するということですね。で2番手で置いた人も3ギル獲得することができるので、これはなかなか2番手でも美味しそうに見えるんですが、果たしてと。あなたが1か4でも4ここにあるから1だから。さあただカブキンさんはかなり全部の数字が見えちゃった。疑心暗鬼になっているというか疑いの目で見てますね。会話してくれない。全然今目がずっとこう会話をしてる。これ会話を楽しむゲーム。さあそして乗っからずカブさん、はい、乗らないでください。人のところに。いいえ。人のところに乗らないで。いえ。率先してね、今多分ポイントが必要なんで。確かに。正直に自分でラインを作って置いていきたいと思うんですよね。自分でラインを作って、これでも乗ってこなかったらじゃあ嘘だったかもしれないですね。これがさあカブキンさんこれ遊びがないですね。ガチで勝ちにいってるテンション。さあそしてまさかのよきゅうさんはえなこさんに乗る形。そうですね。あのラインが本当にビッグビンゴであるならば、自分のストレートビンゴよりも相手のビッグビンゴの方が点数が高いということで、さらに自分の方にも乗っけてきましたね。絶対負けたくない戦略。さあなりふりは構ってられないか。これ濃厚説で出てきましたね。そうですね。ハイノリでも十分点数は大きいですからね、このゲーム。そうですね。ビリーさえ取らなければいいというルール。さあそしてカブキンさんは先に潰しに行くやつ。じゃあ私はほうここにとりあえず
置きたかったラインができているという判断ですか。そうですね、今のところよきゅんさんとえなこさんがそれぞれ自分のライン、自分のコマを置いたラインにベットしているので、結構2つの数字は結構それを素直に捉えるんであれば結構分かりやすい展開なので、海くんとかぶきんさんにとっては結構星の数字の予想もしやすいかもしれないですね。なるほど。そして海くんが、さらに乗っかるという形で、これももうやはり最下位を取らないというこのルールがこうさせているかという動きですかね。そうですね、3番手で入ってきても1点取ることができます。その1点1ギルが大きいという予想をしているかもしれないですね。そして今はスターベッド、星の数を当てるベッドになっておりますが、さあえなこさん6に置きましたね。おっと7にかぶせたかぶきんさん。そっちか。じゃあなんか冒険さあ劣勢のゆきんさんは冒険するのか。9に9、我々には見えているものに置いてしまったよきゅんさん、ちょっとこれは厳しいかもしれないですね。ただ2列とも2位で相乗りが点数が入れば全然可能性はありますね。それでは答え合わせにしていきたいと思います。はい、それではまず今回もえなこ様から開けていただけますでしょうか。はい、ここからオープンです。開けてください。まずはえなこさんから6。1ではない。1ではなかった。今度は嘘をついていたえなこ。この列はビンゴは成立しておりません。成立せず。きゅんさんと海くんさんがちゃんと私に乗っかってねくれたので、すごいもう本当に笑いをこらえるの必死でした。さあ嘘はダメと言いながら大嘘つきだった2ラウンド目のえなこ。そうですね、完全に自分が絶対外れると分かっているところにわざわざ置きに行って、これはもう自分がトップなのでもう人を潰せばいいという考えでそれを行っているかもしれないですね。2つ目の戦略お見事。それではよきゅん様、ここは5でいいですよね。5でいいよここは。よきゅんさん素直に5を置きに来ましたね。素直でしたね。カブ様に3ギル。ありがとうございます。さあこれで手堅く握る手に入れましたねよきゅんさん。それでは問題の星です。この星の数字によって最下位は決定するんじゃないでしょうか。確かにスターベッドは7。さあこれは海くんとかぶきんさんがベットしていた数字。そうですね、これによって海くん5ギル、そしてかぶきんさんが3ギル入ったことになります。大きな報酬を得た。満面のエビはかぶきん。では、ビンゴの成立数なのですが、ビンゴはここに15ビンゴが1つ、そしてここにストレートビンゴが1つ、この2つのビンゴ、こちら側がビンゴは2つ。はい、ここもしっかりえなこさんは一番最初に当てるので4ギル獲得、海くんが2ギル獲得となっています。これでゲーム終了。2ラウンド目も終わりました。本当はねやっぱこういうゲームってこう時間やればやるだけ実力差がこう出てくると思うんで、2ゲームだとあんまりその実力っていうのは反映されないかなっていうのはあったんですけど、ビリは絶対ないなと。はい、このゲームビリになるっていうのはもう相当センスないですね。まずは第1位13ギル獲得えなこ様です。おめでとうございます。すごい。調停ですな。さあそして第2位です。第2位は9ギル獲得海くん様です。おめでとうございます。いやもうこれはねめっちゃ嬉しいです。やっぱり会場費かかってますから、これだけはちょっと免れたいなと思って、正直冒険はしなかったんですけど、手堅く僕の予知能力を使って2位を取りに行きました。最後ですが同率第2位、9ギル獲得カブ様です。しゃー同率ちょっと嬉しい。先に言ってちょうだい。2人いるってだいぶ嬉しそうですね。というわけで、今回惜しくも最下位となってしまったのはよきゅん様です。2ギル獲得となりました。すごい残念。こっちになります。ありがとうございます。それでは
は上位3名の方には豪華なご褒美があります。お待ちください。さあ何おーすげえ。こちらはカラオケパセラ秋葉原店のエオルゼアカフェで、特別に提供されているコラボメニューを、今回こちらにご用意させていただきました。おー秋葉原店のもう持ってきたってことですね。そうすごい、なんかもう動いてますよ、中身が。まあこの辺も気になりますけど、これ見てください。モーグリーですよ。かわいい。可愛いそれ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。かわいい。めちゃめちゃ可愛いです。これは暗黒騎士のやつだ。へえ。じゃあ僕はですね、ちょっとこれ気になるんで、ちょっとなんかパチパチ言ってんですよね、これ。はい、これ何なんですかこれ。上からかけると、はい。いや、かけどこ？ここに？大丈夫？多分そこだと思う。本当に事故らない？大丈夫。一瞬だけちょっと本当吸収する？あ、おすげえ。すごい。あ召喚された。あ、でも色綺麗っすね。すげえ。多分ちゃんとした人がやったらもうちょっと綺麗かも。そうですね。はい、じゃあいただきます。あ、なんかブルーハワイっぽい味っすね。はい。疲れたゲームでこう疲弊した心が回復されるって感じですね。心ですね。体じゃなくて心が疲疲れちゃうんですね。れちゃうんですね。やっぱ心理戦だったんで。あ、そういうことか。確かにそっか。ちゃんとポーションになってる。ポーションになってるってことですね。美味しいです。それではよきゅん様、はい。今回のこの会場費締めて15万円のおー。そうですね、今回はもう、負けたので仕方ないと思ったけど仕方なくないですよ、やっぱりおかしいもん。いや、急に来て急に負けた人が払うっていうのはちょっといささか納得はできませんが、今回はルール上仕方ないなと思うのでお支払いしますが、次回のギャラに倍額で乗せてやると思います。おかしいでしょ。もうじゃあ行ってまいります。お願いします。お土産とかも欲しいですね。それはカブさんがゴチにしてくれるそうですよ、お土産は。こっちになります。無事私の思惑通り、そしてぶっちぎりで優勝しました。ボードゲーム皆さんとできて本当に楽しかったです。勝てたので今日はぐっすり、気持ちよく寝れそうです。そこにやっぱ女性がいたらうかつに信じちゃいけないなっていうのが今回の教訓ですね。女声。いやもう最下位にはならない自信しかない。本当に1位になるとは言ってない。でも最下位にはなりません。じゃあまたやります。やります。お願いします。シーズン2。駆け引き力と心理戦がものを言うボードゲーム。まだまだ奥が深い。今宵もまたどこかでボードゲームの魅力に取り込まれているだろう。またマインドゲームスでお会いしましょう。